今回は2本出しチャンバーウプ主的理想の取り付けへの道パート1としてフランジと位置合わせジグを作って修正点を確認していくよ。以前の動画でエトス製の右2本出しチャンバーを入手したのをきっかけに他のチャンバーと主に外観の比較をしてみたよ。その動画で触れたけど、このエトス製チャンバーは右に集約したサイレンサーの位置関係が微妙でウプ主の理想の形じゃないんだ。具体的にはサイレンサーの前後方向の位相が大きいんで、それを修正したい。イメージとしては今が1990年前後の NSR500 的な配置で、それを1990年代中盤以降の NSR500 みたいにしたいんだ。作業としては左シリンダー用のチャンバーの長さはだいたいそのままにしつつ、右シリンダー用チャンバーのテールパイプを切って短くする。サイレンサーの向きも微妙に違っていそうだから、それも揃えたいところだね。それに合わせてサイレンサーの固定方法を他のチャンバーと互換性を持たせるために一般的な3本ネジ止めに変更したい。最後にアンダーカウルをチャンバーに合わせて成形し、最終的には塗装やステッカー合わせまでやっていく。この合成写真みたいに全てが完了するまでは数ヶ月かかるだろうから、ぼちぼちと作業を進めることになるね。まず最初の作業はチャンバーの位置決め、成形ジグの製作だよ。ジグといっても手元にあるフレームとスイングアーム、エンジンまでを組み立ててチャンバーを取り付けるだけなんだけどね。位置決めをカーボン中毒号でやっちゃうと当分の間バイクに乗れなくなるから、これからの季節それはちょっと残念だしね。フレームとスイングアームを組んでからエンジンを乗せてるけど、手順としてはいまいちだね。フレーム単体の状態でエンジンをフレームに抱かせてからスイングアームを組む方が簡単だったね。と言いつつも、これでチャンバー修正用のジグの出来上がりだね。この状態だとチャンバーの脱着もやりやすいし、要所のクリアランス確認も簡単にできるね。次の作業は入手時に欠品だったフランジを作って本来の位置関係を確認する。以前チャハチャンバー用のフランジで仮止めしておよその位置は確認したけど、フランジ部分で 10mm くらい浮いた感じになってた。これをジャストフィットさせるフランジを作ってみるよ。イメージとしてはジャハチャンバー用のフランジをコピーしつつ液パイ挿入部分を短くしたものだね。この外径 44.8mm で 10mm 出っ張ってるパイプ状の部分が液パイのはまり込み部分だね。今回は手元にあったアルミの丸棒を使って削り出していくよ。丸棒に穴を開けてシリンダー側と液パイ側をパイプ状に削り出すよ。穴開けはドリルを細いものから順に太くして、最終的には内径切削バイトで必要な穴径に広げる。ちなみにアルミは熱による歪みが鋼材よりも大きいから排気系部品には向かない素材だね。最終的には鋼材で製作するとして、チャンバーの位置合わせやスプリングフック位置なんかのフランジ形状確認のための試作だね。ここはチャンバーの液パイ部分にはまり込むところを削ってるよ。裏返して次はシリンダー側を削る。この辺は精度を出すための仕上げに入ってる。それほどシビアな精度は必要ないけど、液パイはめ込み部分はきつすぎず緩すぎないところを狙って仕上げてるよ。ここまでで旋盤での加工は完了だね。次にシリンダーのスタッドボルトを受ける穴を開ける。サハチャンバーのフランジを穴の位置決めジグに使ってるね。
中間の板状になった部分をフランジ形状にしてシリンダへの取り付け穴を開ける。出来上がったフランジはこんな感じで、フィッティング確認用だから、固定プレート部分はバンドソーで適当に切り出しただけだね。チャンバーのはめ込み部分の深さはこのくらい違ってるよ。一応、フランジの根元まではめ込むことができてるよ。フランジができたんで、ジグである反射体にチャンバーを組み込んでみる。この状態だとチャンバーの組み込みは簡単だね。ジグ上での全体的な配置は車体に組み込んだ時と大きくは変わらないね。チャンバー配置の調整や成形には使えるレベルだと思う。自作のフランジではおよそ置かずに取り付けることができてるね。ただ自作フランジでジグに合わすとフレーム固定用穴位置がうまく合わなかった。仕方ないんでこの穴を広げて取り付けることができるようにしたよ。自作フランジで取り付けた感じは取り付け穴位置を広げた以外はジャハフランジと大きな違いは感じられない。当然サイレンサーの長手方向の位相の違いは大きいままだし、サイレンサーエンドの向きも微妙に違うところも同じような感じになった。サイレンサーの向きについてはテールパイプを曲げて向きを揃える必要があるかな。フランジ、フレームマウント、サイレンサーの3点の固定部で合わせ込みをすればある程度の調整はできるかもしれない。でもそうするとどこかに負荷がかかる可能性があるからテールパイプを曲げる方が良さそうだね。他に気になるところで右側チャンバーボディと左側チャンバーテールパイプが干渉しそうなレベルで近い位置を通ってる。とりあえず右チャンバーボディが干渉してる次溶接の出っ張りをサンダーで削ってみた。一応は干渉はなくなったけど最終的にはサイレンサーステーの形状を工夫して干渉しないところで固定する方法を考えることにする。前回のチャンバー比較ではこの画角を比較してなかったから比較してみるね。この方向から見ると左側チャンバーのサイレンサーを右側に取り回すためのチャンバーボディの凝った形状が確認できるね。次にジャハ製チャンバーだよ。左右出しチャンバーでは単純にそれぞれ横方向に逃げてる感じだね。何はともあれ右シリンダー用のチャンバーのテールパイプの向きを修正したい。それで次回以降の動画でサイレンサーの向きや位置を調整してブプ主なりの理想のチャンバーに仕上げる作業を続けていこうと思ってるよ。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。